全国に広がる新型コロナウイルス、政府や自治体が警戒を呼びかけたのは、いわゆる夜の街と呼ばれる歓楽街。新宿歌舞伎町でも世間の風当たりが強まり、客足は激減。感染対策を徹底しながらも先の見えない苦境と戦っております。そんな歌舞伎町に耳を傾けました。ご覧いただきましょう。歌舞伎町からの SOS。 ある程度の文明なんてもう滅んじゃうと思うもんね、この域に。人がやっぱ離れていくのが一番俺は心配というか、温かみある場所がなくなるのがすごい嫌だなっていうのは思ってて、風俗とか飲み屋とかそういうのって娯楽じゃん、娯楽に対して別になくてもいいでしょっていう気持ちしかないだろうねと思って、一応国民じゃんみたいな。学費を稼ぐためにコロナで怖くてもお仕事出なきゃいけない。この店も自分の子供みたい。さよならさよなら。コロナの緊急宣言の時の生活と仮放免の生活は大した変わりがないと思いますね。Koskoca Japonya'da bize yer yok. Yer kalmadı bize. この間放置してきた問題があぶり出されてきてるから、それをやらざるを得ない。すごいよね。だから現実がね。貧困っていうのは優しくない社会の結果じゃないかな。このまま何もしないままなんか死を待つだけっていうか、そんな風な感じになってしまうとやっぱり嫌なので。いや怒ってるやつ多いでしょ。だってもうむちゃくちゃされたくねえと思ってるから。2020年東京オリンピック目前、パンデミック国家緊急権発令、愕然とするために降りてこないシードマネー、首都東京新宿歌舞伎町、今くたばるなんて冗談じゃね焦りと怒りと絶望というか、金も回んないし、どうしようもなくなっちゃって、そんな方が楽なのかな。いや、こんなことあっちゃいけないよなと思って、何か信じたいっていう、より良い社会が出てくるとは思わない。子供たちに対する申し訳なさ、終わりかなと思ってさ。Yeah ドキュメント Day 2、俺から送るぜ@POLO Yes セッション on the microphone。 2020年東京オリンピック目前、パンデミック国家緊急権発令、愕然とするために降りてこないシードマネー、首都東京新宿歌舞伎町、コロナでくたばるなんて冗談じゃねえ。理性が本能に、調和が独占に、知性が感情に、博愛が増悪に、H が無知に負けてしまう時代に、人も死すれば骨刻む8小節のポエム、まだ生きてる People is talk、 味覚も嗅覚も感じねえ政権にはファック。一喜一憂、焦りは禁物、手にするリソース、レノンウォールにメッセージを貼り付け、街はすでに音が眠り静けさを増し、怪しい人影もねえが前は空車のタクシー。まず出かけようが一人歩き、日銭稼ぎかける命、どこに消えたネズミ税金神頼みなんて無意味、不義理不意に無知がゆえに焦り出した小池都知事、明日は我が身だとしても自粛しない昭恵夫人、アスピリン飲みが頼み味がしなくなると終わり、生物兵器また犠牲になる庶民、ゲームオーバー、終わりそうなダイバーシティ、ゲームオーバー、今日の感染源はどこだ、ゲームオーバー、どこの誰がジョーカー、ゲームオーバ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 ー、終わりそうなダイバーシティ、ゲームオーバー、今日の感染源はどこだ、ゲームオーバー、どこの誰がジョーカー、ゲームオーバー、ゲームオーバー、ゲームオーバー、群がる消毒液、消えたトイレ紙、マスク2枚しのいだら消えた税金、一般家庭に1人10万配って何も養えねえ、そんな日本に誰がした、そんな日本になぜなった、国会ではおっさんたちが居眠りして中継、そんなんで国のことが分かんないよ、老害バリ出して2世議員がぶり出して金だけもらって結局何もできねえ、ファックザバビロンシステム、ゲームオーバー、終わりそうなダイバーシティ、ゲームオーバー、今日の感染源はどこだ、ゲームオーバー、どこの誰がコロナ、ゲームオーバー、ゲームオーバー、
ゲームオーバーゲームオーバー終わりそうなダイバーシティゲームオーバー今日の感染源はどこだゲームオーバーどこの誰がコロナゲームオーバーゲームオーバーゲームオーバー、yeah、よろしくお願いします。アットマーク POL アポロです。レペゼン新宿歌舞伎町道端路上アンチタバビロンふざけんなポリス俺と一服決めてみるかチャリスたまには鼻からウェルカムチャーリーズエンジェルみたいに韻を踏むスタイルよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。改めて紹介します。新宿を拠点に活動されているラッパーアポロさんに登壇していただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ座ります。はい、ここからはですね、はい、アポロさんに本当お酒を飲みながらですねトークセッションという形でお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。私も今日はお酒を飲みながら話させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。距離が遠いけどいいですね。そうですね、はい、この距離でこうそうですね、今歌っていただいたのは SOS 新宿オブサイレンスという曲だと思うんですけども、どういった思いが込められたか改めてお話聞かせていただければと思います。いやもう身動き取れないような状況だったんでせめて自粛中に何かできることないかなと思って、まあこういうパンデミックは一生経験することないだろうから言いたいこと言おうと思って、はい、現実を伝えたくて書きましたね。ありがとうございます。ぜひここからですねトークセッションなんですけども、会場にいる皆様からも質問を受け付けたいと思いますし、YouTube をご視聴いただいている皆様からもコメント欄で、アポロさんに伺いたいことあればぜひ受け付けたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。早速ですねコロナ禍では歌舞伎町夜の街としてこの目の敵じゃないですけどされる動きがあったと思うんですけど、当時の状況っていうのはいかがでしたか？いやマジで一っ子一人歩いてないって感じでしたね。もう真っ暗で街ももうなんだろうなね、なんかみんなが避難したみたいなもう戦時中じゃないけど分かんないけど戦時中でみんな避難したばりに人がいなかったから、いやもうどうしようかなとしか思ってないですよね、お店の人たちも含めて。はい、それこそ働いている方も、飲食店だとお店閉めちゃう人がいたりだとか、歌舞伎町っていうところでも歌舞伎町から離れちゃった人っていうのは実際にいらっしゃるんですかね？いやもうあれでやっぱり半分ぐらいはやめましたね。僕の知り合いはお店もそうだし道端で路上で客引きしてるやつらも含めてもう半分はいなくなりましたね。はい、現状としては、コロナもまだまだ全然収まってない状況だとは思うんですけど、歌舞伎町の状況っていうのは当時のその3月4月っていうところからどういう変化があったりしました？いや今もでもやっぱり結局全然戻ってきてなくて、人はいるんですけど若い子たちが多くて、やっぱり夜の街の歌舞伎町はやっぱりそのサラリーマンとかそういうきちっとお金使って遊ぶ人がやっぱ戻ってこないと全く元通りにならないんですよ。でもそう学生とかそういう子たちはいっぱいいるんですけど、学生とかが居酒屋とかで飲みには戻ってはきているけど、やっぱそのキャバクラだとか、そのホストクラブとかってそのお金の落ちるっていう言い方あれかもしれないですけど、お金を落とすところがまだまだ。いやまだまだでしょうね。でもこの間も本当にホストクラブがまたコロナ出て1週間営業停止だとかってまだ終わってないんですよやっぱり結局。それこそやっぱニュースの報道を見ると本当にクラスターってどこでも起きてると思うんですけど、やっぱホストクラブとかっていうところだと報道されやすいじゃないですけど、本当にまたかと思わせるぐらいの印象付けを感じるんですけど、そういった報道のされ方っていうのはどう感じられます？いやでも実際やっぱコロナが出てるのは間違いないんですけど、その原因がやっぱホストクラブってなんですげえ叩かれてたかって言ったらやっぱ量があって集団生活してるんですよ。だからそこでクラスターが起きてるからやっぱお店で起きてるっていうよりもその量とかのやっぱ問題を改善しないと一向に解決しないなっていうのは思ってるんですけど、やっぱそこまで対策してる委員会の人たちも分かってないから結局もう言わざるを得ないじゃないですかね。ただでさえ悪いイメージなのに、やっぱりその根本となるこの寮生活ってその従業員の方の体制、支えるサポートっていうところはなかなか急に変わるものではないと思いますし、ってなると本当に出口の部分、お店の営業っていう部分だけまず閉ざしてしまおうっていうところで対策してしまってるっていうのが現状になるっていうんですかね。
だからやっぱ一緒だけど自粛させるんだったら保証もしないと結局お金ないからみんな出回るじゃないですか。まあそう2週間隔離されたら例えばその2週間分取り返そうとしてもっと必死で働くからやっぱり保証がないと一向に俺はコロナは終わらないと思ってて、そうですよね。やっぱりこの今営業停止っていうところの規制で抑えようとはしていますけど、まあそれでじゃあ生活が継続できるかって言ったらなかなかできないと思う。いや無理でしょ。だってねまた40万払うから営業10時までしてくれっつってもうだって歌舞伎町の有名な居酒屋なんて40万なんて1日で売り上げるんですよ。まあ、それも分かってないじゃないですか。なんだろう40万やっときゃいいだろうぐらいのノリでやってるんですよ。まだ半年コロナが流行って何ヶ月経ちます。全くですよ。駅とかそうだし道端とかそうだし歌舞伎町あんだけクラスター起きてるっていうのにどこも消毒してる場所とか見たことないし場面とか街をまずそこでしょ。十分な対策がされないまま対策されないまま40万っていう具体的な数字だけ出してしかもかかったやつが悪いみたいな感じじゃないですか。そんなのって本当に今までこの人たちが国を動かそうとか思って頑張って政治家になった人たちが考えついた結果がこれなんだと思うともう愕然としますよね。それこそ本当歌舞伎町に関わらず飲食店とかで今その一時的な一時金で10時までにしろっていうところで苦しめられている本当歌舞伎町に限らずいうところはあると思うんですけどやっぱ十分な保証がないまんま規制で出口だけ閉ざされている状況っていうところで実際に働かれている方経営者とかは今困窮しているっていう状況は未だに変わってないっていう変わってないですよね。だから先が見えないじゃないですか。人間って習慣ってやっぱり一回こういう風に家でリモートで飲んだりその家で家飲みとか覚えちゃうとやっぱりもう出てこなくていいと思うんですよ。結局外に行ってよっぽどの楽しみがない限り出なくなっちゃう。やっぱそういうの覚えちゃうとだからその習慣をまたぶっ壊すのは簡単だけど元通りにするのは難しいんでもうここから先やっぱ娯楽っていうのはやっぱもうどんどん排除されていくと思うんですよね僕は。今娯楽が排除という言葉がありましたけどもやっぱり本当景気がいい時って本当に夜いわゆる夜の街っていうところに出かけてキャバクラにお金を接待で落としたりだとか領収書でバンバンそういったところがにぎわっていてでもこういうイレギュラーな面とかになると急に絞ったりするわけじゃないですか。じゃあこれが5年後10年後もしこの復活した時にまたじゃあ今までの規制がなかったかのようにまた人が戻ってきたりだとかその夜の街とか歓楽街っていうその娯楽がこう消費される場所でしかなくてこうサポートが受け入れてないのに都合よく使われているような印象が私なんかはこう感じてしまうんですけど実際に働かれていてその辺はどうですか？まあそうでしょうね。もう夜の街って結局あぶく銭があるからこそじゃあ行こうかって話になるじゃないですかね。だからやっぱりもうこれからは栄えることはないと思います僕は正直言って。そういうことです。絶対にないです。テレワークでやっぱ東京から引っ越した人もいっぱいいるしそうです、相当ですよ。そうですね。東京から本当に千葉とか神奈川とかに外れて仕事ができるっていうので、関東っていうところにこう分散され今までは東京集中してた部分があると思うんですけどその辺に分散もしていることもあるので、元通りの生活とかっていうところはなかなか難しいのかなっていうところですかね。もうみんな気づいたでしょうね。このコロナで自粛してちょっと家とかにいていや何が大事かってやっぱり朝満員電車であんだけパンパンになってくったくたになって会社行くまでくたくたになるじゃないですか。それでそんな生活して行き帰りでも気づいたらテレワークできたじゃんこれみたいな今まで何だったんだろうっていう。だからやっぱねなんか生活の質をみんな自分ちゃんと見直すタイミングだったと思うんですよ。そうするとやっぱ娯楽とかってやっぱりもうこれでいけるじゃんっていうのがそうそれこそコメント欄でもGoTo のメリットはありましたかっていう質問が全くないですね。ない、GoTo イートとかでやっぱ消費を促すアクションとかあったと思うんですよね。あったとしても歌舞伎町には来ないでしょ絶対行かないよわざわざ歌舞伎町を目指して、よっしゃーっつってない。そうですね。なかなかその GoTo の対象がオッパブ GoTo 使えるわっつってオッパブじゃねえやこれみたいなさ、そう食いに行かないでしょ。なかなかその行政の方のアクセルとブレーキっていうところで、アクセルがじゃあそこの停止してたところにまた再加速になってるかって言ったら全くなってないでしょ。GoTo なんてコロナだって全国にばらまいてさ大阪で非常事態とか今更出しちゃうじゃん。もう金運んでだからやっぱ
ね、ターミナル駅でちゃんと除菌作業をして毎日やれば多分こんなに増えなかったと思うんですよ。逆に増やしたいのかなと思って、俺はなんかぐらいの悪意が感じますよね。それこそできるところがやれてなくて、本当一時的なパフォーマンスの行政ばかりが目立っちゃってるっていう印象なんですかね。だって結局 GoTo でやっぱコロナばらまいて困るのはやっぱ自分の国じゃん、でもそこにお金流さないと、なんだろう、政治家たちはなんか理由があるわけだし、でもその GoTo とか例えばテレワーク推薦とかの金があれば、まずは例えば1ヶ月30万渡すから、2ヶ月50万渡すから、もう一歩も家から出んなっつって、早いでしょそっちのが。ロックダウンって本当にそういうことだと思うし、終わるまでやめない、もう実効性のあるものにどうせならエネルギーそういうところに金使うのが普通だと思うんで、でもあんな、じゃあもう旅行ね、全国コロナで人が来ないから困ってるからそこ行ったら安くしますよとかいう政策に対して本気で考えてそれしか思いつかまないのかなと思って、いい大学とか学歴出て真面目にやっててバカなんですよ、中身が。やばくない？国会でみんな居眠りしてさ。日本はあれでしょ、だって世界で一番国会議員の給料高いしさ、2世3世多いじゃん。そうですね。何の話なのって。そうですね。コロナ中にボーナス300万とかもらいましたとかさ、マジで。今このアポロさんのこの伝えていることにもね、こう反応が観客席からもありましたけど、観客席の皆様からも何かこの GoTo とかの行政のやり方で思うこととか、歌舞伎町に対するイメージ、3月4月から今までにかけてとか、なんかこう今までの話の流れでお伝えしたいことありますね。じゃあちょっと私の方からコメント、ちょっと一応消毒のやつあります？私伺いますよ。消毒液のなんかあります？それいいです。ありがとうございます。忙しいですね、やっぱいちいち消毒ね。俺昨日検温したら 27.5 度しかなくて、嘘でしょっつって、もうエイリアンみたいな目で見られちゃってる。いいですか。最初にその小池が夜の街って連呼したじゃないですか。あれ俺とっても失礼だと思うんだけど。そうですよ、そういうのを聞いて、まずどう思いました？いや結局夜の街って昼も夜もみんな外に人出てるのは一緒じゃないって話じゃないですか。夜だけ人が出なかったらコロナ収まる問題じゃないと思うので、結局どっか敵を作んなきゃいけないから、それに名指しして、しかも新宿なんて夜の街で持ってるような街なのに、歌舞伎町なんて夜の経済で回ってるのに、そこを名指しして、相当みんな怒ってますね。さっき今おっしゃってたその対策のね、ちゃんと保証しろって話が、小池は何もやらずにパネルばっか読み上げてるじゃないですか。あれ見るとすごい腹が立つんだけど。そうですよ、ああいうのってもうやめてほしいね。いや全く意味がないですよね。一番頭にきたのが、なんか厳戒態勢だから都庁を青く照らしますとか赤く照らしますとあったんですよ。あれの電気代が1日20万とか聞いて、俺マジで頭にきて、おかしいでしょ。レインボーブリッジをさ、なんかライトアップするとか、そんなことしか考えられないですよ。医療従事者にね感謝を込めてとか、何の話してんだろうっつって、そんな発想しかできねえやつらに今まで支配されてきたっていうのをやっと分かったから、マジで頭にきます。俺はだからヒップホップはレベルミュージックと思ってて、やっぱ反逆だから、そういうことどんどん言っていく、なおさら、やっぱだからコロナの歌も作ったし、今後もやっぱり敵はやっぱ俺はもうセーフだなと思いますよ。もうそれしかない。ヒップホップらしく、そこのバビロンのシステムに、バビロンシステム、ファックポリスですよマジで。それこそ歌舞伎町という街の特性として、なかなか学校とか社会に居場所が感じられにくくて、ホストクラブとかキャバクラとかにこう働いている方、そういう方ばかりではないと思うんですけど、なかなか他に居場所を見出せられなくて働かれている方が多いのかなという印象もあるんですけど、なかなか夜の街っていう形でそういう言い方をしてこう人を遠ざけてしまうと、ようやく見つけたこう唯一じゃないですけど、本当に貴重だった歌舞伎町っていうこの受け口、救いの場がまたそこから追い出されるようなことが今起きてないのかなっていう、その心配もあるんですけど。あるでしょうね。やっぱり歌舞伎町って結局いろんな人種、いろんなとこ出禁になったやつも結局受け入れてるぐらいの街なんですよ。で
じゃあやめろ、いざやめろと言うと、やっぱりね、そのやめるからには代わりの場所を作ってやらないといけないと思うんですよね。例えばここに車止めるな、こっちに止めなさいって駐車場作るのが当たり前の話じゃないですか。それもないからやっぱりでも本当にその風俗の内勤の人とかもホームレスになった人とかいるし、実際にいる、実際にいる。だからもう歌舞伎町で働いてた子たちはもう地方に今なんだろうな、行ってるらしいです。出稼ぎ、地方にまだ行ってるらしい。歌舞伎町で稼げないからっつって、ですごい話聞いたんだけど、それで12月クリスマスあるじゃないですか。風俗嬢の子たちは地方に出稼ぎ行って12月のクリスマスのために200-300万持ってホストクラブにバンバン行くらしい。指名しにポッキーとかティッシュの箱に札束入れて、お菓子の箱に入れて行くんだって。それ聞いてマジで狂ってんだこの日本はと思って、なおさら本当。だから根本的にそういうのをやっぱ今回の件で見直さないと俺はダメだと思うんですよ。やっぱね、性的に搾取されてる人とかも多いし、やっぱ途方もない金額でふっかけてるようなとこも多いから、やっぱ夜の街は娯楽だけど、娯楽の中にもやっぱりちゃんとルール作んないと、いっぱいまた繰り返すんですよ、こういうこと。そうですね、本当に今までは歌舞伎町がこう福祉を受けられなかった人のさらに受け口として機能してた部分があるんですけど、それをこういった形で国がこの締め出してしまうっていうところに本当に危機感を感じていて、居場所を奪ってしまったりとか、その状況がまたじゃあさらにこの別の場所を求めてこう劣悪な環境になってしまって、またその大金を稼ぐためにとかっていうのが負のループが始まっちゃうのかなっていうところがあるので、そういったところの懸念は今アポロさんの話を伺いながらも感じましたね。やっぱなんだろうな、この、夜の街はやっぱり本当に必要なのは必要だと思うんですよ。やっぱり接待したりするのに、やっぱり綺麗な女の子がいて、みんなで話が弾むから、それは必要だと思う。ただなんだろうな、悪い部分も相当あるよ。いろんな変な部分も流行るし、夜の街からでやっぱね、お金の動きもすごいし、やっぱお金のために一線越えちゃうやつとかもいるから、もう一回首都東京新宿なんで、もう一回なんかいい意味でちゃんとメスを入れてほしいなと思います。そうですね、今回は本当にコロナっていうところでどこが悪いとか、本当に感染源も多くある中でネガティブなイメージを持たれやすい歌舞伎町にスポットを当てて非難の対象をそこに絞らせたみたいな印象がやっぱ強くどうしても受けてしまうので、そういったところはもう本当にフラットに考えて、もっとその娯楽も残すところは残すべきだろうし、ちょっと本当にネガティブイメージを持たれやすいところに非難の対象を集めるっていうその悪意みたいなところをなんか感じられちゃったかなっていうふうに個人的には思いました。そうだね。だから昼間働いてる人がまとも、夜の人がまともじゃないみたいなさ、その部分類もおかしいと思うし、仕事になんだろうね、いい悪いとかってあんまないと思うんですよ。本人が自分のためとか人のためと思って働いてる仕事に関しては、でもやっぱり過剰にやりすぎてるところもあるから、夜の仕事してる人も、そういう部分は本当にちゃんとメス入れて解体していかなきゃいけない部分はあると思うんです。それこそ先ほどこれからも一ラッパーとして発信し続けるというところはあったと思うんですけど、同業の歌舞伎町で働いている方々として今後のこの今の状況を改善するために、この歌舞伎町で一概には言えないと思うんですけど、歌舞伎町を復活じゃないですけど元に戻す、より短く戻せるためにはっていうなんかアクションとかは今起こされてるんですか？いや結局ね、みんな不景気だって言うけど、そういうアクションを起こしてないんですよ。結局歌舞伎町って地元の人が少ないじゃないですか。そうですね。結局全国から出稼ぎ来てるから、結局金さえ稼げれば自分さえ良ければいいってやつがいっぱいいるんですよ。だからいつまでたってもなんか汚いし衛生的にも良くないし、だからもういつまでたってもまとまんないから、もうオリンピックもね来年に本当にやるんだったら近いから、俺はすげえ危機感を持ってて、だからやっぱもうだって歌舞伎町あんだけ言われてるけど手の消毒すらしてないですよ。まずはそういうさ、手の消毒するやつとかも小池って配ればいいじゃん、飲食店に。そうですね。それすらもないから当たり前でしょそんなのって。それは分かんないですよ。それが分かんないですよ。あんだけなんかエジプトのカイロ大学出て
お前ツタンカーメンについて学んだんじゃねえのみたいなさ、それだけですか、ピラミッドの作り方覚えて帰ってきたんですかみたいな。でたまに歌舞伎町ずらずらっとこうそうパフォーマンスでねやってますよね。あいつらもう一回来るみたいな予告出してて、みんなでねリトルネロ撮ってる時に貼ってたんだけど誰も来ないの。もう疲れちゃったんでしょ、一回回っただけで多分もう疲れちゃったんで、もう本当にしょうもないから。でやっぱり本当に従業員の方も、もちろん中には復活のためにこうパフォーマンスアクションしてる方も中にはいらっしゃるとは思うんですけど、なかなかやっぱ地元意識じゃないと稼げないなら他の場所行こうっていう形で分散してしまっているっていうのがやっぱ現状としては大きい印象なんですかね。もうあとはもう飲食店になって結局デリバリーで食ったらいいやって話になったじゃないですか。だからもうわざわざこの空間を楽しみに人が来なくなったんですよ。だからもうなんだろうな、本当娯楽に対しての価値観変わってくると思うんですよね。本当に人数とかじゃなくて今後はどこで誰といるかっていうか、そういうのが大事になってくるじゃないですか。だからそういうのを、ね、人数じゃなくてこじんまりなイベントでも内容重視だから逆に配信もできるから、内容重視なのが生き残るんじゃないかなと。いい意味で整理できたんじゃないかなと思うんですけど。なるほどですね。コメント欄ではそれこそいずれ新宿歌舞伎町にも人は戻ってくると思いますって言ってる方もいて、やっぱりこう歴史を紐解くと過去にパンデミックがあっても結局やっぱ戻るところは戻るっていうところの、人間の本質はあまり変わらないんじゃないかっていう意見もあるので、戻ってくる部分もありますけど、やっぱりアポロさんのおっしゃってるようにリモートでできることがもう宅飲みでリモートでいいじゃんっていう人も当然中にはいるでしょうから、完全元通りではなくまた新しい形で生まれ変わるのかなっていう。もう戻ってくる戻ってこないの前にやっぱね、みんなね相当お金ない。びっくりするよ本当に。もうコロナ前からそうだけど、やっぱ景気よく飲み歩いてるやつなんて誰もいないから。昔はいたんだよね、声かけたらお兄ちゃんも一緒に来いよっつって朝まで付き合っているようなそういう人もいたけど、全然いない。めっちゃくちゃだから分かるよね、本当に景気悪いから。やっぱりそれは街に立ってるからこそ気づける違いですよね。全然みんな渋い顔してさ、今まで景気がそうなやつだったらもうきつそうだし、かなり幸せ来てるよこれ。間違いないか。今ね本当に YouTube でも多くの方見ていただいてらっしゃいますけど、やっぱりこう歌舞伎町にもやっぱり人が戻ってきてほしいというところはあると思うので、やっぱ今安全対策とかも徹底しているところは徹底していると思いますし、そういったこう歌舞伎町に不安を感じてなかなか行けない人もいると思うので、その歌舞伎町に対して不安を感じている方とかに最後コメント等があればぜひとも歌舞伎町を代表してじゃないですけどもコメントいただければ。ちゃんとした店、昔からファンがいる店は残ってるんで、逆にもうどうでもいい店は潰れちゃったと思うんで、そういう店をちゃんと探して、古き良き店も残ってるから、そういうところに遊びに来てほしいですね。先ほどの娯楽がなくなればいいっていうのはやっぱりそのちゃんとしてる店も中にはあって、そうじゃない店が淘汰されるんじゃないかっていうところだとは思うので、そういう意味ではお店を選んでしっかり遊べるところは歌舞伎町も娯楽として必要な場所だとも思いますので、お店を選んで残ってる良質な文化を楽しんでくださいっていうメッセージなんでしょうかね。そうですね、残ってる店はやっぱり耐えれるぐらいの余力があった店っていうことはだから、しかも余計にサービスは良くなったと思うんですよ。これで人来なくなってみんな今まであぐらかいてる場合じゃねえなと思って、だからそういう店をちゃんと調べてきてほしい。でも戻ってきてほしいと思うけど、やっぱり行儀悪いようなやつらは来てほしくないね、正直言って。そうやっぱ夜の街は夜の街だけど何でもありってわけじゃないから、お店もお客さんもお互いを選ぶ時代にこれからはなっていくっていうところですかね。お店がお客を選べる時代にもなると思う。そうですね。ぜひとも歌舞伎町の活動ももちろんですし、ラッパーとしての活動もぜひともこれからも楽しみにしております。今日は戸田ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もう一度アポロさんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ライブもめちゃめちゃかっこよかったです。ありがとうございます。また何かあったら呼んでください。もちろんです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。